はいどうも皆さんこんにちは。今回は由緒小説と慶安の変についてお話ししていきます。つまり由緒小説の乱についての動画ですね。この事件をきっかけに江戸幕府は武断政治から文治政治へと方針を大きく切り替えていきます。江戸幕府にとって大きな転機となった慶安の変、一体どのような出来事だったのか詳しく見ていきましょう。前回までの動画で家康、秀忠、家光の3代にわたり江戸幕府を作り上げていく様子を見てきました。この3代は徳川家の武力を背景に政治を行っていたので武断政治と呼ばれる機関にあたります。そんな武断政治は大きな問題に直面します。浪人、つまり職を失った武士の増加です。しかしなぜ浪人が増加したのでしょう。結論から言うと浪人が増加した理由は大名の取り潰しが増えたからです。例えば A という大名がいたとして、その大名にはたくさんの武士が仕えています。そんな時に A という大名が何か悪いことをして幕府からお家取り潰しを命じられると、そこで働いていた武士たちも職を失ってしまうのです。武断政治の頃の江戸幕府はちょっとしたことでも取り潰しを命じていたので、結果的にたくさんの武士が職を失っていました。これが浪人が増加した理由です。また大名が悪いことをした時以外にも取り潰しとなることがありました。後継者がいない時です。例えば A という大名が病気にかかるなどして死ぬ寸前となったとします。当然 A という大名は後継者を決めることになりますが、息子がいなければ後継者を決めることはできません。そんな時は養子をもらって家を継続させたいと考えるのが普通ですが、江戸幕府は死の直前に家を継続させるためだけに養子をもらうことを禁止していたのです。これが原因で多くの大名が後継者のいないうちに死んでしまい、たくさんの武士が職を失っていました。一説によると武断政治の頃に生じた浪人の数は約40万人と言われており、その深刻さが理解できるかと思います。こうして増加した多くの浪人たちは武士身分を捨てて生きていきましたが、中には武士身分を捨てることができない者もいました。彼らは新しく主君となってくれる大名を求めて旅に出て就職活動を行っていくのです。そういった浪人たちが目指したのは天下の大名が集まっていて就活しやすい土地、つまり江戸でした。こうして全国各地から浪人が江戸に集まってきて、江戸の治安は悪くなっていったのです。そんな時、三代将軍の徳川家光がまだ48歳という若さで死んでしまいます。こうして家光の後を継いで将軍となったのが家光の息子である徳川家綱です。しかしこの時家綱はまだ11歳、政治を行うことはできません。将軍秀忠は大御所家康の貢献を受け、将軍家光は大御所秀忠の貢献を受けながら初期の政治を行っていましたが、家光が死んでしまったことで家綱は家光の貢献を受けることができません。ということで幕府は家綱の後見人を立てました。その人物こそが保名正之です。保名正之は以前の動画でも登場していますね。家光の弟で保名家の後を継いだ会津藩主です。つまり家綱との関係は叔父と甥の関係にあたります。そんな保名正之が補佐役となった上で井伊直孝や酒井忠勝といった大老や松平信綱や松平宣長といった老中が家綱を支えることになりました。彼らは家光の頃から幕府を支え続けてきた人々です。幼い将軍家綱は家光の組織を受け継ぐ形で政治を行い始めたのでした。そんな時、ある人物が大きな問題を引き起こします。由緒小説です。由緒小説の経歴は分かっていない部分が多いのですが、一説によると駿河の国の出身だったと言われています。駿河から江戸に出てきた由緒小説は軍学者としてそれなりに名前が知られた人物となったのですが、増え続ける浪人を見てこのままではいけない、江戸幕府はダメだと考えていたようです。そんな時に将軍家光が死んで新しく将軍となったのがまだ11歳の家綱です。幕府の力が弱まったのは明らかでした。由緒小説はこの機会を逃さずに反乱計画を立てたのです。その計画は江戸では丸橋中也、駿府では由緒小説、大阪では金井半兵衛が反乱を起こし、江戸城や久能山、大阪城を占拠するという計画でした。一応目的は
国家転覆を図ったと言われることが多いのですが、江戸城を占拠した後のことを考えていなかったり、たった10人で久能山を占拠しようとしたりするなど、すごくずさんな計画だったようです。そんなずさんな計画だったので、この幕府転覆計画は未遂に終わります。計画が漏れてしまい、幕府にバレてしまったのです。こうして幕府の役人たちが動き始め、丸橋中也の家へと向かいました。その後、役人たちは火事だと叫びながら屋根に登り、それに驚いた丸橋中也が、どこが火事だと出てきたところを逮捕。江戸の計画はあっけなく頓挫してしまいました。こうして捕まった丸橋中也は、後に鈴ヶ森で貼り付けにされてしまいます。現在でも残っている鈴ヶ森刑場跡。ここで一番最初に処刑されたのが、この丸橋中也だと言われており、その後も江戸の処刑場として使用されていきます。余談にはなりますが、その後の丸橋中也は浮世絵や歌舞伎の題材となるなど結構人気者で、現在も豊島区にある根性院、ここに丸橋中也は眠っています。さて、江戸の計画が頓挫したからといってこれで解決とはなりません。首謀者である由緒説は東海道を西へと向かっている最終だからです。この時の由緒説もなかなかに不用心な行動をとっており、普通に箱根の関所を通って役人に足取りをつかまれるなど、本当に国家転覆を図ったのかと思ってしまうくらいにずさんな計画でした。そんなことだったので、幕府の役人も由緒説を追い越して先に駿府へと到着しており、厳戒態勢を敷いた上で由緒説を待ち構えたのです。こうして駿府に到着した由緒説は取り囲まれてしまい、最終的には自害するのでした。その後、由緒説の首は安倍川にさらされたと言われており、これを契機にその他の人々も続々と逮捕。大阪へと向かった金井半兵衛も天王寺で自害してしまいます。さて、こうして計画は失敗に終わりましたが、この事件をきっかけに江戸幕府は変わっていきます。締め付きすぎも良くないという結論に至ったのです。どういうことかというと、これまで江戸幕府は幕府にとって危険だと思った大名は容赦なく取り潰しにしていました。これが原因で浪人が増加して慶安の変が起こったと考えたのです。ということで幕府は、これまでの処分は厳しすぎた。今後は大名が潰れないようにしなければいけないと考えて方針を大きく変更したのです。ということで幕府は末子養子の禁止の緩和を行います。これまでは跡継ぎがいない場合はお家取り潰しといって大名をバンバン潰していたのですが、これからは後継者がいない場合にも養子をもらっていいよと言って家が潰れにくいようにしたのです。しかしこれには条件があって、17歳以上50歳以下の大名が後継者がいない時に死んだ場合でした。これによって比較的浪人が増加しにくくなったのです。さて、この時代のキーワードとして殉死というものがあります。殉死というのは主君が死んだ時にそれを追って家臣や妻が死ぬことです。適切な表現かどうかは分かりませんが、要するに後追い自殺ですね。しかし幕府としては大名に仕えるのではなく藩に仕えてほしいと思っていました。ということでこのタイミングで殉死の禁止が命令されました。こうして江戸幕府は武力・武威の支配である武断政治から法律・制度による統治である文治政治へと方針を転換していったのです。さて、いかがだったでしょうか。今回お話しした慶安の変は江戸幕府にとって大きなターニングポイントとなりました。これまでの動画で扱った範囲、つまり初代家康から三代家光の政治を武断政治と言い、これからの動画で扱う範囲、つまり4代家綱から7代家継の政治を文治政治と言います。こうして武士は戦士から役人へと変わっていったのです。そんな平和な世の中になった頃、江戸が大火に見舞われます。ということで次の動画では明暦の大火についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。